ます。OK ですかね。はい。時間になりましたので、始めさせていただきます。こんばんは、ドロです。よろしくお願いします。はい。これじゃないですね。今日も、音が鳴ってないので、順調な滑り出しだと自分では勝手に思っております。よろしくお願いします。あ、しめじさん、ほんといつもジャストにありがとうございます。よろしくお願いします。今日もね、音声は最近、絶好調というか、ソフトの方をそのままに設定してあるので、でもちょっとね、もしかしたら、すいません。今気づいた。電源がある位置がちょっといかん、これ。もしかしたらザザザザーっと言ってるかもしれないですけど、すいません。音声の方がもしかしたら。すいません。とにかく電極を近くに置くと、ザザザザーっと音がしちゃうので、こんばんは、どうも。音声 OK、ありがとうございます。はいはい。お久しぶりですね。なんかごはんさん。寒いですね。はい。お花さんもどうもよろしくお願いします。KK さん最近来ていただいてすぐジャストでありがとうございます。よろしくお願いします。はい。皆さん最近なんかこうバチッと、週末は意外にこう11時ってまったりできる時間なんですかね。なんか嬉しいです。はい。でも、ほんとすいません。僕、本当もう本当大した話してないのでね、本当にだらだら聞いてくださいね。声とかで、こういう内容がだらだらしてる割に、もし音声がひどかったら最悪じゃないですか。なので、本当はちょっと、音声だけは少しでもね、こうまともにしたいなっていうのは、思っております。はい。それではですね、で、今日もう最初に謝っちゃいますけど、結構準備不足です。はい。すいません。その理由が今日、オリンピック結構見ちゃって、夕方ぐらいからちょこちょこいろいろ見ててですね、楽しくって、途中家庭教師が夕方入ったんですけど、家庭教師の生徒とかも結構オリンピック見るのが好きみたいで、なんかね、ホッケー見てたりとか、今日それで、モーグルもね、銅メダル出ましたよね。堀島くんが。で、高梨沙羅ちゃんが、4位だったってか、ジャンプがね、4位だったということで、で、両方、ちょうど、皆さんちょっと見たかわかんないですけど、ちょうどNHK と、10チャンネル、どこだか、テレビ東京系と、ちょうどね、なんか美味しいとこで、高梨沙羅ちゃんがもしかしたら、ノーマルヒルでメダル届くかどうかっていうところと、堀島くんが決勝まで残って、準決勝から決勝まで残ってメダルを取るかっていうシーンが、ほとんど同じ時間ぐらいだったんですよ。9時前だったかな。もうね、久々っすね。ザッピングじゃないですけど、NHK に書いたり、テレビ東京に書いたり、チカチカしてね、大人らしくないというかやってました。でも、今年やっぱりコロナの関係もあって、なんか北京オリンピックも、なんかさーっと始まっちゃったような感じがして、あと、多分、テレビを見なくなったせいもあると思いますね。やっぱりこの1年ぐらいで、YouTube とかそう動画は見るんだけど、テレビをやっぱ見なくなったので宣伝もわからないから、なんか知らない間にこう、オリンピックが始まっちゃったみたいな、そんな感じはしますね。どうしてもこう、ニュースはちょこっと見るんですけど、やっぱり、宣伝を見ないっていうか、宣伝やってたのかな？やっぱテレビの影響って大きいですよね。うん。で、これからね、多分2週間ぐらいですかね、オリンピックちょこちょこ見て、で、僕前の YouTube っていうかこの YouTube の収録をしてた YouTube 時には、結構夏オリンピック今年、東京やったじゃないですか。なので、いろんな国の銘柄とオリンピックを掛け合わせて動画を結構作ってたんですよ。もうだいぶ、もう前にね、半年ぐらい前になっちゃいますけど。で、今年は、本当は、こういったオリンピックと世界の ETF と掛け合わせてやりたいなと思ったんですけど、最近もライブになって、やっぱり
いろんな銘柄をね、言うようになっちゃったので、一つの国でこう、解説することがなかなかできなくなっちゃったから、ちょっとね、難しいかもしれないんですけど、まあでも、引き続きね、こういったオリンピックの、まあ、今日僕もスポーツすごい好きなので、興味があるので、またちょっとこう、紹介できたらなと思っております。まずはね、メダルが一つ出たということで、もしこれあれですかね、さっきでも、ショートトラックはダメだったのか。ちょっとこれ速報が出てないですけど、はい。もしかしたらちょっとダメだったかも。この、なんだっけ、モーグルというか、フリースタイルというか、これも、本当はもっと、準決勝かなんかで俺ちょっと目外した隙に一人、なんかバランス崩したじゃないですけど、ちょっとダメだったんですよね。もしかしたら本当メダル2つぐらい取れるのかなと思った感じもあったんですけどね。3人ぐらい確か出てたんですけどね。はい。まあ、ちょっとすいません。中継なかなかうまくこれできないですけど、そんな感じでね、楽しんでいきたいなと思っております。はい。で、今日なんですけど、一応特集として、まあ仮想通貨土曜日いつもやってるんですが、仮想通貨はちょっと、まあ、また、ボリューム少なめにさせてもらって、まあ、初心者の方とか、あと、今、TikTok も同じように、初心者の方とかいろいろ見てくださってる方もいるので、もう一回ね、この、投資信託と ETF っていうものについて、簡単に説明させてもらって、で、今日は、その ETF のランキングって言って、まあ、時価総額というのは純資産が多いものをちょっと並べさせてもらって、いろいろ分析していきたいなと。日本人がどれだけ ETF や、まあ、そういう投資信託に、まあ、お金を入れていて人気があるかどうかとか、そういったことを、まあ、話していきたいなと思っております。はい。それではですね、本当はちょっと最初にこの話もしたかったですけど、どうしようかな。まあ僕どうしても教育関係の話で、まあ今僕も最近ちょっとオンライン家庭教師じゃないですけど、やっていることもあって、まあこれ、まあ2、3分だけちょっと話させてくださいね。まあ正直言ってこの結局、これ何かっていうと今コロナの関係で一番多いのは高校生より小学校、中学校の方が休校が多いんですよね。まあ多分ワクチンの関係もあるかもしれないですけど、若い子たちの方が、小中学生の方が実は休校が多い。で、中学生あたりが市町村によって学校によってオンライン授業ができたりできなかったりバラバラなんですよ。はい。特に中学校。小学校はね、ちょっとまだ状況わからないんですけど、これまあ記事がね、埼玉市内の記事らしいんですけど、まあ題名がね、結局 PC 使わずプリント配布ということになってます。まあいろいろあるんですけど、なんていうかな、まあこれいろいろ話はありますけど、僕はですね、これまあ結局書いてあることがオンライン授業に格差、保護者の不満ってあるんですけど、これね、もうどうです？僕思うのは、オンライン授業しても、生徒は、集団授業をオンラインで見ても、あんまり、効果ないと思うんですよ。うん。というか、生徒が、まあ、例えば、集団で授業を受けるときって、集団でいるから、まあ、授業を受けてる。まあ、中には、まあ、当然、集団で受けても寝てることが、つまんないこともあると思うんですよね。で、オンラインだったら、本当に意識のある子じゃない、勉強に意識のある子じゃないと、基本、あんま意味がないと思うんですね。じゃあ、どうしたらいいかっていう話はあると思うんですけど、これ僕はまあ、一つ持論があって、だったら、もう、オンライン授業っていうより、オンライン授業でやる内容をちょっとやっぱ考えた方がいいと思うんですよね。これ学校の先生に言ったら本当失礼な話なんですけど、大変だし、そんなやってる暇はないと。例えば、いい授業があれば、その YouTube であったり、
スタディサプリってあったり、いろいろツールがあるんですよね。面白い授業に対して、レポートじゃないですけど、感想とかを聞いたりとか、これ授業見たって、みんなこの授業見たって言って、宿題みたいな感じで、授業を見てもらうんですよね。で、その結果、みんながどういうふうに思ったかっていうことを、こう聞いて、コミュニケーションをこう取ることを、40人で全部できるのはわからないですけど、でも、40人で一斉授業を見せるよりは、よっぽど先にオンライン授業をするときに YouTube かなんかこれいいから見てねっていう風にしておいて、で、どうだったかを聞いたりとか、で、今、お家でどうなのっていうことを一人ずつこう話をしたりとか、の方が40分で、一人1分ぐらいかもしれないんですけど、その方がね、いい気がするんですよね。だから対面はすごい難しいかもしれないんですけど、授業のことをやるよりもっと違う形でこうオンライン授業っていうかね考えたらどうかと、僕は思いますね。それかもうオンライン授業の時間帯をもっと個別対応にするときに40分先生がこうバーバーと喋るんじゃなくって、A グループ B グループ C グループとかグループを細かくして時間が少なくても1対1で先生とね、こう喋れる時間というか、元気だったとか、大丈夫とか、そういう風に時間を取った方が絶対いいと思うんですよ。そう思います。はい。予備校のね、授業みたいなのも YouTube でいっぱいあるわけなんで、ちょっとここ不満っていうか、保護者の不満っていうかは、ちょっといろいろありますけど、本当に魅力のある授業をするっていうのは難しいと思うので、このオンラインを使ってどうコミュニケーションを取るかっていうところが大事じゃないかなって思いますね。例えばこの今のチャットでもあるじゃないですか。このチャットでもこういうライブみたいな形にして、皆さんがこうね、こんにちはとか言って書いていただいて聞いて、何かあったらこうチャットを入れてもらったりとかして、で、先生がこう答えていくみたいな、こういうライブみたいな形でもいいですよね。はい。そう思います。はい。ちょっといろいろあると思うんですけど、とにかく教育関係は、こういったものに関して遅い。特に日本は思いますね。すいません。ちょっとどうしても専門職がそっちの方なので、これ喋っちゃいましたけど。はい。ということになります。はい。それではですね、先週の振り返りからじゃあちょっとお話をね、していきたいなと思います。はい。まずこっちですね。金曜日の終値からちょっと振り返りをしていきたいと思うんですけども、これ世界の指標の金曜日の終値です。日経の方からまずいきます。日経が27,400。ずーっとレンジですわって感じですね。トピックスが 0.55 変わらず。マザーズはもうズドーンと下がってきたところから最後持ち上げてきてきたと773なので、マザーズは同じようにアメリカと同じように底ついたかなっていう動きをしてたかなと思います。はい。それからアメリカの方ですけども、金曜日ナスダックが最後良かったっすね。もう皆さんもどう思ったんですかね。ガーファムの結局、ガーファムプラス T か。アップル成功。決算ですね。それから、Google 成功。から、最後、今日も話しますけど、Amazon 成功。から、Microsoft、一番最初にやりましたけど、成功。で、メタやっちゃったって感じですよね。ガーファムで言うと、あと、テスラはどっちでもないって感じでしたよね。はい。なんで、メタだけ。で、あと、ガーファムじゃないですけど、ネットフリックスとかがちょっとやってしまったので、でも、思ったのは、今回の決算で知ったのは、大型株でも 20% ぐらい落ちるってことなんですよね。これは、衝撃だったと思います。今まで、例えば、IPO 銘柄とか新しい銘柄だったら、割とそういう動きも1日でね、20% 落ちたりとかあるんですけど、決算っていうのは、本当に
初心者の方とかもそうですけど、そのあたりでトレードしたら、とんでもないことになるっていうことは知っていただいたかなと思うんですね。とにかく、ハイテクが、ガーファムが4勝1敗だったっていうことは大きかったなと思います。はい。で、S&P も結局4500でキープしてるので、助かったと。長期の保有してる方はまだ2月3月わかんないですけど、4400を切ったりしなければ、S&P もいいかなっていうふうにね、ちょっと思っていただきたい。4月以降は、ちょっとまだ本当にこれからその利上げの関係とかがしっかり決まって、本当に企業の力に頼ってくるっていうか、なんていうのかな。この金融緩和がなくなってきて、4月からはもう、本当に企業の力で S&P を上げていくかとか、ナスダック上げていくかっていう、そういうことになってくると思うんですけど、2月3月はまた調整がね、利上げの関係で入ってくるかもしれません。だけど、僕の中では S&P は4400っていうところをどうしても見ていきたい。ここを切ると長期の方も悲観するっていうか、今年もしかしたらあまりパフォーマンス出ないなと思うかもしれません。はい。それから、10年国債の方が、キューッと上がりましたね。でも上がっても良かったのは、ナスダックがそこに伴っても負けなかったのは良かったと思います。ここですね。普通、この10年国債が上がるとナスダック下がるんですけど、これは良かったと思います。はい。それで、次ですけども、中国はお休みでしたが、香港が金曜日えらく伸びました。なので、明日中国やりますけど、来週、オリンピックも今やってるかもしれないですけど、中国、いい数字出る可能性があるな、ちょっと思いました。春節明けっていうかね、旧正月の休み明けですね。ちょっとこれは思います。お隣の韓国は、ナスダックと同じように、ちょっと最後上げてきましたね、金曜日は。はい。インドは、こっちで言ってか。インドは変わらずですね。17,500、ちょっとまだ低い水準ですけど。でヨーロッパは、金曜日の夕方にダンさんが言ってましたね。利上げをしたんですよね。0.5% かなんか。ちょっとドイツとユーロがそれを煽り受けて、金曜日バッと下がりましたね。はい。でも、ボラティリティ今ちょっと高いですけど、イギリスだけちょっと変わってますね、動きが。はい。と思いました。あと、東南アジアあんま変わってませんでした。はい。コモディティの方がこの1週間は、ハードコモディティはそんなに変わってません。高止まりでもないです。そのままレンジが続いていた。シルバーちょっと動きましたけどね。そんな感じでしたね。はい。原油。もうほんと上昇、木曜日でもちょっと話しましたけど、上昇トレンドがずっと続いているですね。はい。原油も。はい。で、天然ガスは、はい、下がり続けていますけど、ウクライナと、やっぱり、ソ連じゃねえわ、ロシアの関係が、言われたら、またここポッと変わってくるのかどうか、需給の関係わかんないですね。とにかく天然ガスは、もう、ボラティリティが高すぎです。はい。本当トレードは、僕は推奨してないですけど、今、ショートは入れている状態。5.5 で入れてるので、かなり利益が出ました。これは偶然ですので、全然参考になりません。はい。っていう形ですね。本当原油は100まで行くのかなって感じはしますけどね。はい。今週で、ソフトコモディティですね。大豆、コーンとずっと高い位置をキープしていて、一時期ちょっと下がったんですけど、また、戻しました。はい。はい。どうしよう。今日はチャート出してないですけど、上昇トレンドのまんまと考えていいと思います。小麦は上昇トレンド、この砂糖上昇トレンド、コーヒー上昇トレンド、ココはボラティリティが高い上昇トレンドですね。という感じで、コモディティは基本
上昇トレンドと見ていいかと思います。日足のレベルですよ。短期足で考えるともっとボラティリティ高いので、短期足でココアなんかやったら大変ですからね。まあ、砂糖もなかなかきついですけどね。まあ、そんなような、コモディティはそんな感じです。それから今日いい話かもしれないですけど、ビットコインとイーサリアムが、久々見ましたね。で、しかもちょっと今日の動きがすっごい変です。今のこの1日のうち6時間ぐらいですか？ビットコインがほとんど動いてないんですよ。怖いですね、これ。何なんでしょう？このずーっと一直線なんですね。イーサリアムも高い位置でキープしてるんですよ。ちょっと不気味です、この動き。短期ですけどね、これは。他のアルトコインも伸ばしてますけど、今日1日、まあ正直言って、この24時間ぐらいの動きなので、これを上がったと見ていいかは正直わからないです。はい。なんか仮想通貨好きな人とかは、上がったらよっしゃとか言って、上昇トレンド行くか、みたいなの言ってますけど、まだ24時間なので、今までの、まあちょっとあとチャートを見せますけど、まだ信用できない状態かなと思います。はい。3000ドル、僕が言ってたイーサリアムの3000ドル、ビットコインはまあ4万ドルをまあ優位に超えてますけど、水準は今いるという状態です。はい。今、まあ、ざっと、主要なところ振り返ったんですけども、それで、こちらの方は、株価指数の方はもう今だーっと喋ったので、まあ、よろしいですかね。はい。ここら辺は。では、今週の振り返りの中の、まあ、先にじゃあちょっと仮想通貨のところからちょっと見てきますね。はい。仮想通貨からちょっと見てきます。これ仮想通貨のトータルの日足です。いつも土曜日には出しております。テクニカル上ですけども、今、時価総額がトータルで 1.84 です。1.84 テラっていうんですかね。はい。T になってます。で、まあ、短期間で見ると、ここ上昇しているけど、やっと、この底固め、これ見方ですけど、底固めしているようにも見えるけど、この上がり方がちょっと急すぎるので、僕的にはもう一回落としてきてから、本当にこの上昇トレンド見てもらうとわかりますけど、この上昇トレンドもね、怪しいんですよ。実は。だって、ここを拠点にしてるんですよ。これいつの上昇トレンドだ？信用してないと、こういうテクニカル上でも言えるんですね。7月か。7月の一番落とした時のところから、こう、上昇トレンドを引っ張ってきてるので、正直言ってこの上昇トレンドもまだ信用にならないとは思ってるんですね。はい。上がってくる要素が、まだここ本当にこのもう一回つけてきて、この上昇トレンド、ちょっとこう書きますね。言ってばっかり。まあ、こういうことですよね、上昇トレンドって。こういう上がったり下がったり、この中でつけてこないと、わかんないですよね。どっちかというと、やっぱり、この、こちら下落トレンドの方が、長くいたので、強いじゃないですか。はい。だからまだ、楽観視できないなとは思ってます。僕どうしてもダウ理論じゃないんですけど、上がって下がって上がって下がってっていうのを必ず繰り返しながらトレンドに乗ってったりするっていう感じで見てるので、はい。今のピュッて上がったところで喜ぶわけにはいかないなって思ってます。はい。ちょっとこれ見方が難しいので、青いとこでいきますか。はい。こんな感じです。これ今、ビットコインも入れた、仮想通貨のトータルクリプトになります。日足ですね。で、次がですね、トータルのビットコインを抜いたトータル2と言います。これが、イーサリアムから下の、まあ、どちらかというとアルトコイン全体の
チャートと見てください。同じように見えますけど、実はちょっとだけ違うのが、ビットコインより最近はアルトコインの方が伸びが鈍い。ここの上がり方ですね。ここの上がり方が、ビットコインの方がもっとピュッと上がってました。ということで、アルトの方がまだ、多分、今これからどうなるかわかんないですけど、ビットコインが今買われて、アルトコインが後から来るっていう状態なのかもしれないんですけど、でも、今の時代だと、普通はビットコインが買われて後からアルトって、昔だったらそうだったんですよ。1年前とかは。ビットコイン先行で行って、イーサリアムがその後からついてって、その後から他のアルトコインがついてく。ただ、今はそういうフェーズでもないので、ビットコインが上がるからといって、他が後からついてくるとはまたちょっと違うとは思ってます。何が言いたいかというと、ビットコインの、ドミナンス、後で見せますけど、比率が低くなってくると、仮想通貨全体としてはいいですよね。いいんですよ。だから今ビットコインが先に上がるってことはビットコインの割合が高くなるじゃないですか。これは仮想通貨全体としては僕は良くないことかなと思ってるんです。仮想通貨全体のことでね。なので本当だったらこのトータル2はビットコインよりもアルトコインの方が上がっていてほしいですね。だからこれから上がっていくかどうかっていうのは難しいっていうのはビットコインが先に上がってきてるチャートだからっていうことが言えますね。はい。まあこれいろいろ見方皆さんあるとは思うんですけど、僕はそんな風に考えたりもしています。だからまだわからないって言ったのは、ビットコインがこんだけ上がってしまった。で、アルトの方がそこまでまだ上がってない。追いついてくるかどうかとかより、ちょっとまだビットコインが先に上がりすぎているではないかなと思っております。ではですね、その次ですね。トータル DeFi ですね。こちらの方が、また言いますと、分散取引所って言って、イーサリアムをベースとしたり、例えばパンケーキスワップって言って、あれは、バイナンススマートチェーンという、分散取引所ってそのブロックチェーンの技術を使って、分散取引所、銀行員のいない銀行を形成している、そういうコインというものになりますね。ちょっと言い方難しいですけど、そういう分散取引所が取り扱っている、仮想通貨を DeFi と言います。そのトータルですね。ただ、いいのは DeFi の方が下がったのですごい。この間むちゃくちゃ下がったので、年末に向けて、ダーンと。だから、それに対して最近、まださっきのアルトコインより DeFi のがちょっと戻ってるっていう状態です。はい。ちょっと戻ってる。同じように動いてもちょっとだけ DeFi のが深く来ちゃったので、戻ってきてる。これ、深く来た理由って確か資金流出も一部原因はあったかもしれません。どっかの取引所で資金抜かれたりとか、やっぱセキュリティの問題が出てくるので、それでまずいとかあったりはしましたね。はい。そういう、ファンダメンタルというか、そういった、まだまだ、不安定要素っていうのがあって、売られたりすることはありました。DeFi はそんな感じです。仮想通貨一個ずつ今日、ちょっと、そんなに喋れないですけどね。大枠の話というか、また上がってきたり、いろいろ見えた時には、しっかりね、トレードの話もね、していきたいなと思います。今、僕自身もトレードをしてないので、FX、ステーキングとか、ホールドは現物でしてるんですけどね。はい。これがビットコインドミナンス、さっき言ったように、ビットコインの割合になります。見ていただいてわかると思うんですけど、ね。これ面白いですよ。ビットコインドミナンスってあんま関係ないですけど、ビットコインが上がってるなっていうのはよくわかりますね。ダブルボトムしてますね。はい。こうやって書くとわかりにくいので、テクニカル上で、もう
僕はいつも鉄板で、ドミナンスがダブルボトムってどういうことと思うんですけど。はい。ここがボトムをしていました。はい。で、上がっていって、で、ちょっと上がり方が急だったという。はい。今ちょっとドミナンス下がってきてますね。今日は。ということで、今日はやっとビットコインがちょっと上がったことで受けて、これ割合が下がってきているのは、アルトコインが少し上ってきているから、まあビットコインドミナンスが下がっていますが、やっぱりまだ 42% なので、このドミナンス、ビットコインのドミナンスがこれが 40% ぐらいになってきて、アルトが強くなってきて下がってこないと、本当にまた、仮想通貨いいよっていうことが言えないかなと思います。はい、僕はこの、ビットコインドミナンスがやっぱり 40% を切ってくれて、アルトコインが、だからまあ、ビットコイン自体は値動きはそんなに変わらない。例えば5万ドルぐらいにキープしてあって、で、アルトコインが上がってくることによって、割合が下がるというのが、これから少しずつあるといいなと思っております。まあ、テクニカル上の話なんで、まだファンダが何が起こるかわからないのに、インドが今ちょっと仮想通貨やっと規制してる、なんか税金 30% ぐらい取るみたいですね、インドは。だけど、税金はすごい取るんだけど、仮想通貨 ETF 承認したりとか、インドがそういう流れをしてきてるので、少しだけですけど、世界に仮想通貨がこう広まっていく兆しっていうのがね、あるかなと。日本はまだ恵まれてるっていうか、まだ規制は強いですけど、レバレッジ2倍までだし、税金も雑所得で高いので、累進課税と同じように、まあね、1000万円ぐらい持ってる半分ぐらい持ってかれちゃうような税金ですけども、ただ、インドとか中国とか、中国はまだデジタル人民元でね、規制してますけど、インドがやっと、ちょっと仮想通貨 ETF 出そうかなっていう、こう、動き、長い目で見て、その、インドとか、もうちょっと、アフリカとかがね、こう仮想通貨を何か使える形で持ってこれば、仮想通貨の価値もね、高くなってくるかなって思っております。だから、長い目で見て、その時にちょっときっかけとしてメタバースがこけたのは今回ちょっと言いたかったですけど、でも長い目で見れば、Facebook メタも本当はいいんじゃないかなと思うんですけどね。そう願いたいですね。メタに関しては本当に5年10年の話かもしれませんしね。わかんないですけど期待はしたいなと思います。まあ、この間下がってきちゃったのでね、ちょっと残念だったですけど、かなり未来に投資してる感じですよね、メタは。はい。それでは、一応、ビットコインとイーサリアムだけちょっと見て、今日の特集に入っていきたいなと思っております。先ほど言ったように、ビットコインも今、昔ね、4時間足だったんですけど、すいません、日足にしました。もう、はい。なんていうかな。もう4時間足でトレード最近しないので、もう長い目で見ようかなと思って、また、ビットコインやイーサリアムをFX とかやるようになったら4時間足とか短い足でも見たいんですけど、今はすいません、ちょっとまったりいきたいので日足にしました。他のアルトコインももう日足に変えました。はい。はい。さっきトータル見ていただいたと同じように、長い下落から、で、下落トレンドも、前ここだったんですよ。ここにしてたんですよ。急だったので。で、初めてちょっと上昇してきたから、まあ、もうちょっとなだらかで見ようかなってことで上昇トレンド一部修正してここに変えました。この形に。もうちょっとなだらかでいいだろうということ。あんだけ急に落ちたので、はい。ここから見ると本当にもう急に落ちてるじゃないですか。日足で見たら。うん。なんで、ですけど、まあこれ上がったので、まあそれを信じて、ちょっとなだらかに下落トレンドをさせてもらいました。はい。で、今こういうチャートになっております。まあこれ買い場っていうかわかんないですけど、一応つけたサポートラインとしては 36,530 ドルっていうところが一つのポイント
今もう買い場とは言わないですね。ポイントですね、これは。はい。で、46,000。で、下が、デッドゾーンが3万。3万ですね。3万ドル切ったらデッドゾーンですね、これは。ここ切ったら、ストーンと行くっていう。今、まあ、そういう感じで見てますね。このレンジ幅ですね、ビットコインは。と思っております。でも下もね、46,000で希望的観測としてはね、もう一段上のね、本当はここがいいんですよ。5万。はい。5万に行ったらね、いや、ビットコイン良かったねって言いたいですね。まだもう、だいぶ時間かかるかな。はい。今年なんかどっかの国でビットコインなんか、エルサルバトルみたいにやんないっすかね。どこだったかな。なんか、一個聞いた国はあったんで、議会、トルコ、違うか。トルコは大統領が嫌だったのかな。トルコリラがあんだけ乱高下してるんだったら、なんか仮想通貨考えたらって聞いた記憶があったんですけど、はい、そういう国がね、出てきたらまたちょっと違うかなと思うんですけどね。なんかいいニュース期待したいですけどね。はい。それからイーサリアムですね。はい。イーサリアムも冷やしにしました。イーサリアムも、一応こういうレンジに書きましたけど、僕はこう丸つけてますけど、イーサリアムは、はい。ここ、やっとですね、3000ドル。ここですね。3000ドル。ここを割っちゃったので、僕、と思っちゃったんですけど、ここをちょっと超えて、この3000ドルをキープしてくれるんだったら、もうちょっとこの上昇トレンドを見てもいいかなと思います。3000ですね。はい。それの理由は過去に書いたように10月、それからこの8月。まあこのダブルボトムになってるここのイーサリアムのこれはすごいですけど、ここ最低ですけどね。1700ですよね。ここはちょっと今参考にしてないですけど、直近のサポートされていた、直近っていうかね、8月、10月のこのライン、このレックラインの3000、ここですね。は、ちょっとこれもう本当に僕の中ではポイントにしたいとこなので、大きくよく書きますね、もう思い切って。ここですね。黒い線書きました。3000ドル。ここを割ってこない形になれば、イーサリアムもいいと思います。はい。今はまだちょっと顔出したぐらいなので、なんとも言えません。はい。で、まあ、買ってない人がいたら、まあ、2600このあたりが1個サポートがあるのでいい。デッドゾーンが2000ドルで、楽観できるかどうかの次のサポートラインが3441というこのラインですね。この幅で見てます。まあ、これ長期目線ですよ。はい。ということになります。じゃあ、アルトコインはもうとりあえず、あと今日はやらないです。ので、こちらの方は、あと最後にちょっとオチで、新庄のジャスミンも見て終わりたいと思ってますんで、用意はしてます。別に新庄ジャスミン笑わせたいわけじゃないですけど、なんか面白いんですね。もう新庄好きなので、本当はい。新庄の、今年でも新庄は給料ジャスミンでもらっても、あの人別に給料ね、ジャスミンでもらおうがもらわないがもう今関係ない気はしますけどね。なんか違うビジネスやってそうですもんね。監督で1億円ぐらいもらってるそうなんですけど、なんか、どうなんですかね。あの人なんか投資とかしてそうな気がするんですけど、サッカーの本田選手とかもそうですよね。エンジェル投資とかして、お金すごい稼いだんですよね。確か。カンボジアかなんかですかね。チーム買ったりとかもしてましたよね。はい。それではですね、今日の特集の方に行ってみたいなと思います。今日ですね、はい。違う、ごめんなさい。どうしようかな。ETF の方、前に、あれか。アメリカの株の方をちょっとだけ紹介していいですか？すいません、今日、あれですけど、
ここか。はい。パッと言っちゃいましたけどね。アメリカの株で今週終わって、まあ良かったなと思うやつと、来週、あと、まあ、もう大体ピークは大型株済んだので、来週ちょっとあるぐらいかなっていうのを、見せて、で、火曜日またね、詳しく、米国株の方もやりたいと思うんですけども、一応、アマゾンが言ったように、あげました。で、僕、これアマゾンも本当にね、全然、チャートが書けないので、まだリスクリワード書けません。ここね、ズドーンと落として、ズドーンと上がってしまった。Google もそうですけど、ちょっとこれはトレードとしては、見てて、下がった、上がったしか言えないですけど、はい。まあでも、大型株が一日で13% か上がったのは、これ僕あんま記憶がないですね。Amazon ぐらいのレベルのものが1日で 13% 上がったっていうのが。まあ、上がったって言っても、前日が 8% ぐらい下がったのですごい値動きしちゃったんですけど、大型株がこんな値動きするなんて本当に珍しいことだなと思いました。はい。でも本当に良かったなと思います。ただ、まあ Amazon の方は、買われる方は、はい。またちょっと落ち着いてくると思うので、落ち着いてきたら安いと思って買ってもいいかもしれないですよね。だって、見ていただくとわかるんですけど、Amazon がこの1年間でこのレンジですよ。ここにいたんですよね。ここにいたもの、この1年間でここにいたものが一段ズドーンと下がったわけですよ。で、決算が良かって上がったわけですよね。だから、見方としてはここで買う人も出てくるかもしれないっていうのはわかるかと思います。僕逆にAmazon 1年間見たときに、もう Amazon ってずっとレンジ相場なのかなって思っちゃいましたもん、去年見てたら。業績もまあ落ち着いて大型でいいけど安定してきてるのかなと思ったんですよね。いやーもうびっくりしましたね。本当にいろんなことやってますね。はい。決算の内容を聞いたら思いました。はい。ということでちょっとまあ、これは買われる方とかいたらもうちょっと落ち着いたところで考えてもいい。ただ、高いのでね、1ロットが気をつけてほしいです。これで言うと GMO クリック証券だと13万円ぐらい必要かなと思うのでね。Amazon はね、分割なんかしないんすよ。ないんすよね。はい。はいっす。分割してほしいです。Apple みたいに。Apple、3700円ですもん。10倍です。昔テスラも高かったですけどね。テスラが5分割したので良かったですけど。はい。という状態です。あと、ここ本当に面白かったですね。Google とメタは。Google やっとちょっと決算終わって落ち着きましたよね。はい。ターンと上がって、ちょっと落ち着きました。昨日はちょっと金曜日変わってなかったですけどね。はい。髭つけてちょっと落としましたけど、ちょっと上がりすぎましたね。で、メタ、確か、木曜日言いましたけど、ちょっと焦り、ちょっとこれ、自分の中でちょっとびっくりしましたけど、木曜日聞いた方いたらですけど、229ぐらいまで落としますって、このサポートラインで言ったら、本当に229までここを落としました。みんなレジサポライン見てんだなぁと思いましたね。で、今、終値が、メタは237まで戻したんですね、きっと。最後、この230近辺まで落としたんで、まあ、もしです、これトレードでやってる人がこのレジサポラインを見て買おうと思ったら、すごいと思います。もう天才ですね。はい。ちょっと、今日見たときに、メタがちゃんとサポートラインで止まってると思って、止まって上がったと思って、ちょっと嬉しかった。まあ、そんだけですね。はい。なので、こう言っていいかわかんないですけど、何をトレードの、目安にするかっていうのの中に、この単純かもしれないこの水平線っていうレジサポラインっていうのは、やっぱりみんな見ているものだと思いますのでね。
一つは、上昇トレンド、下降トレンドは、正直言うと、見ている人が、ちょっと言うと、これ、テクニカル講座になるんですけど、例えばですね、このメタで言うと、この上昇トレンドが斜めがあるじゃないですか。ちょっと今、脱線してますけど、これ、見方によっては、この幅じゃなくて、ここで見てる人もいるかもしれないですよね。はい。この上。もっと言うと、この狭いレンジで見てる人もいるかもしれないですよね。はい。ということは、この上昇トレンド、下降トレンドについてはもう確率なんですよ。たくさん当たっているだろうなっていう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10箇所、例えば、これ当たってるとしたら10箇所当たってるよっていう、この当たってる量が多い、確率が多いんじゃないかで見てて、で、みんな確率が多い方が見てる見てる人が多いところじゃないですか。だから僕も当然こんなとこでみんな見てるだろうなと思わない。1箇所、2箇所、3箇所でしか当たってない。より当たっているところで見るわけですよ。そうですね。市場の方、移動平均線もみんなそうですけど、何を見るのって言ったら、自分が引いたものとかと、他の人たちが全然違っていたら、それは機能しないですよね。はい。だから、こういう、より多いところ、当たってるところを見ようねっていうことで、それが正解ではないんですよ。時に、僕はちょっとパッと見て、一番当たってるところはどこか、例えばこういう風に、下落トレンドでこういう風に見てる人もいるかもしれない。中には。はい。だから、どちらかというと、優先してほしいことっていうのは、水平線、このレジサポラインについては、すごく、みんな見ると思うんですね。で、この斜めの線については、確率が高くなれば高くなるほどいいかもしれないけど、見てる人は若干違ってくるよってことは知っといてほしいんですよね。いいですよね。だから僕が書いてるのも、よりたくさん当たってるとこ書いてますが、これは、正解でもないかもしれない。自分の中のトレードルールで、いろいろここのゾーンを見たり、ひし形のこの形が、よりひし形の方がいいかもしれないし、このボラティリティを見て、この中の、これダイヤモンドゾーンって言いますけども、このダイヤモンドゾーンがより正方形の方が上がったり下がったりする形とかも分かりやすいとか、そういうのはありますけど、なんで特に最初初心者の方とかこのレジサポラインっていうのを大事に見てほしいなと思いました。結局今日ちょっとテクニカルのことをやってしまいましたけど、何が大事かっていうのは、皆さんこの移動平均線っていうものと、基本ですね、このレジサポラインっていうのは鉄板かなと思う。そこからオシュレーターをどう使うか、MACD を使うのか、一目使うのか、ボリンジャーバンド使うのか、ね、そこも確率が高くなるかどうかっていう話になりますね。だからもう本当にこの斜めの線の上昇トレンド、下降トレンドっていうのは、いわゆるオシュレーターで言えば MACD とか、RSI とか、ああいうものと近い。どっちかというと出来高と RSI が近いのか。この下のね。はい。と思いますけどね。はい。僕はもう、こういう形で書いて、より確率が高い方がいいかなっていう。でも、見ていただくとわかるように、Facebook でもこんだけ下げちゃうと、リスクリワード書けないですよね。はい。僕の場合のリスクが1、リワードが2っていうトレードルールがあるので、そのトレードルールにも反しているので、書いてないということになります。はい。ちょっとテクニカル上の話がどうしても多くなっちゃうので、ファンダメンタル、そうそう、米国株の長官太郎くんすごいっすね、あれ。もうびっくりです、子の、その、情報量っていうかまとめ方。はい。また見てくださいね。皆さん本当にマシンガンのように喋りますからね。あれ出るからこれ。いいか。また長官太郎さん。ポストプライムやってましたね、彼。ポストプライムに、
飛べたんですよ。トップページから、長官太郎さんのトップページ、YouTube のトップページがあって、ちょんと見たら、ポストプライムやってるわと思って、ただ、僕と同じぐらいでやめてたっていうか、投稿は止まってた。また、もしかしたら最近、ポストプライム始めたかもしれないんですけど、はい。ちょっとびっくりしました。これ、どうか、もうフォロワーになったんであれですけど、またね、見て、若いのかな、彼は。はい。本当に、僕的には一番の情報量だなと思います。ただ、ちゃんと僕はトレードルールがあって、数字を見てから、まあ、ダンさんもそうかもしれないですけど、数字を見てから、ファンダを聞かないと、ファンダから行くと怖いので、まあ、でも彼も、最近、長官太郎くんも、くんって僕より年下だと思ってくんって勝手に言っちゃってますけど、移動平均線とかをちゃんと見て、このトレーディングビューとかも、決算のところにちゃんと D ってつけてやってましたね。これ、決算一つずつ、つけれるんですよね。D っていう、決算が年に4回あるときに、こう D っていうボタンを押すと、ちゃんと決算の内容がパッパッと出るようなトレーディングビューも使ってたので、使い方がファンダ寄りというか、はい。すぐに、なんていうかな。こちら僕で言うとこの、これじゃねえわ。これですね。打ったっけ。あれこれか。これ Amazon を押すと、僕はこちらの、引っ張ってきて、この右側ですね。Amazon の下のところを見て、出来高、それから時価総額から配当利回り、PER、EPS で、この収益をグラフで見たりするんですけど、彼は、ここの、チャートの下に D というボタンがあって、そこを押すと、パッと、なんていうの、決算の数字が一目でパッと出るようにしてあるような設定になってます。僕はどっちかとグラフで見る方が好きなので、Amazon も見えますかね。21年の Q4、予想が 3.61 で、こんな下で、まあ、はるか上ですもんね。668% サプライズって聞いたことないですよ。結果 27.75 ですもん。こんなサプライズ見たことないっすわ。逆に予想何だったんだと思いましたもん。予測が。で、今回、次の予想をちょっと上げてるんですけど、とにかくサプライズがすごすぎましたね、Amazon は。こう、グラフでパッと見たときに分かりやすい。1年間でもパッと見れるので、僕はこっちの方が好きなので、こういう分析をさせてもらってます。はい。ちょっと、今日はいろんな喋っていますけども。はい。で、決算の続きでちょっと、長官太郎さん。やっぱり、どうも。飲んだ、来たじゃないですか、ポチッとなくん。いや、もしかしてあれでしょ、休憩でしょこの時間あれなんじゃないです。ちょうど昼休みの休憩かなんか昼休みじゃないじゃん。あれ今の時間ってインドネシアって時差どれぐらいあるんだ ?1 時間インドネシアの時差が日本と何時間あるかわかんない。2時間ぐらいあるのかな。香港、時差的にはほぼインドネシアって日本と変わらないと思うけど、なんでこの時間仕事してるんだごめん。素直にすいません。長官太郎さん4日前からポスト。そうなんですね。シェディさん詳しいなこれ俺ね、フォロワーさんが多いのもあれなんで、長官太郎さん、これで出てこるのわかんないですけどね。なるほど、そう。なんか出してますよね。僕もちょっと、どうしようかなと思いますけど、SNS 大変ですもんね。これ SNS、このポストプライムやり出すと、多分ライブがだいぶまたできなくなっちゃうから、まあちょっと考えますけどね。はい。でもすごいな。長官太郎くん、パワフルですね。いつも急いでますけどね。もう間に合わないとか言ってやってますけど。
はい。はい。それではですね、決算の続きはと言っていきますね。マイクロストラテジーは決算が終わったんですけど、やっとビットコインの関係もあって、ちょっと底打ちしたのかなっていうことで、チャート表示はしてませんけど、まあ良かったねっていう感じです。この動き、マイクロストラテジーもなんかもう本当に仮想通貨みたいな動きしますよね。こんな激しい。はい。ちょっと一言ですけど、まだまだチャート表示は難しいですけど、そこを打った気がするようなチャートだったのでちょっと紹介しました。決算終わってますんで。それから、アフラック。これ決算終わったんですけど、相変わらず、高いっす。アフラックしっかり安定して、この1年間予想よりいつも上回ってます。何ですかね、保険会社って。この長期増配を知る前に僕保険会社ってあんまり注目してなかったんですよ。で、やっぱりこう増配を見るようになって保険会社が、はいはい、今日は休み、休みだったんだね。21時54分2時間遅いんだ。そうか。ちょっと、ごめんなさいね。また脱線してしまって。地図出していい？地図。インドネシア語じゃねえわ。脱線している。あれ？これどうやって出すの？出るかな？出た。ちょっと今でかくしちゃった。ごめん。そうだね。すごいでっかい地図出ちゃった。そうか、東京からそうだ。ごめん。インドネシアもっとこっちじゃん。ジャカルタと香港と、ジャカルタと香港は、香港が時差1時間とか言ってた気がする。やったかな？確か、最近ちょっと、顔出してないですけど、女性の方でね。はい。ジャカルタは2時間違うんだね。本当あった。21時57分で書いてある。今25度もあんの？おい、もう、すごいね。日本雪降りそうだよ。面白いわ。香港とかもどうなんだろう、今。見える。すいません、なんか、雑談しちゃって。16度ですね。東京は、1度だよ。今、雪降ってる？あれ？雪降ってます？ちょっと僕、分かって。ちょっと、ごめんなさい。天気お兄さんになっちゃった。釜山がマイナス2度ですって。はい。台湾は？ちょっと面白い。出ない。出ないぞ。台湾何度？13度。やっぱ、いいね。一年中気温がなんか20度から30度の間にずっとジャカルタありそう。赤道どこ？赤道、ここじゃないの？赤道。ジャカルタってほぼ赤道じゃない？赤道のちょっと下？南半球。あれ、ジャカルタって南半球になるの？赤道よりちょっと下だね。ちょっとびっくり。いうか、俺知らなすぎ。赤道より下なんだね。シンガポールが赤道より上なんだ。ちょうどじゃああれなんだね。この、インドネシアの半島って赤道を南北で分けてるんだ。ってことだよね、これ。そうですよね。へえ。一人ことがすごい。ちなみにオリンピックの北京は今何度ですか？マイナス3度。そうですよね。こんだけ高いですもんね。はい。
オリンピックかなり寒いですよね、きっと。そうですって言ってるね。そうですって。変なおじさんかよ。バンコク。28度。ムンバイ。24度。ごめんなさい。もう完全に脱線してます。コカルタ。19度。なるほど。ニューデリー。寒いかな ?13 度。そうなんですね。はい。いいですね。なんか俺、いつもこう、世界の ETF やるときにこれ、地図出してやりたいですね。これとなんかチャート連動できないですかね。例えばこうやってパッと出したらトレーディングビューの南アフリカが、チャートがビューッと出てきたりとか。楽しいですよね。俺だけ地図と連動させてほしい。チャートが。はい。ありがとう。ちょっとこれ、出しときますね。はい。ごめんね、もうちょっとあれ、仮想通貨の話題、ちょっと少なめで終わってしまったのでごめんなさい。なんかいい話がなかなかできなんで。はい。適当に、株の話させてもらってます。申し訳ない。はい。また、来週、もしこの仮想通貨が上がってきたら、またなんかね、ファンだとか話できたらなと思うんですけどね。今まだ我慢かなっていう感じがします。はい。はい。それで、この車の会社のフォードとゼネラルモーターズが、ちょっとね、フォードが意外でしたね。これ、昨日かな？はい。ちょっと意外でした。僕はでも、これフォードはまだ、ちょっと決算こけちゃいましたけど、買いの後期かなと思って上昇トレンドにいると判断して、指値っていうかアラートを入れてます。もうちょっと低かったらちょっと買おうかなと思ってます。これは本当に見方それぞれだと思うので、ここちょっとこう、ボトムみたいな形をしたらフォード買おうかなと思ってます。はい。ずっとはい、上昇トレンドにいると思ってるので。で、GM は激しいですよね。なので、これ分かりづらいです。GM は。下落トレンドのようにも見えるし、上昇トレンドにも見えて、これ本当分からないです。はい。決算終わってからみんなもどうしようかなって見てると思います。銀行とか金融株も上がっちゃいましたね。決算終わってから。少しずつ、と思ってます。はい。あと、来週、ちょこっと決算がある中でディズニーがあります。ディズニーも今決算前ですけど、だいぶ落としてるんですけど、なんとか上昇トレンドに復活してほしいなーって感じ。2月のね、8日9日にいくつか企業が決算があって、ここが最終ピークかなと思ってます。決算は。2月のね、決算は。あと一部、日用雑貨みたいなところが、コストコとかああいうとこが2月の20何日に、日用雑貨系っていうか、日用品を売ってるところは、ホームデポとかかな。が2月23日ぐらいに決算があります。でも、一旦、ここでピークが終わるかなっていう感じです。メルクが、様子見ですね。はい。決算終わりました。決算良かったですけど、はい。ちょっと上がりすぎたところだったので、落ち着いて利確が入ったような感じかもしれません。ただ、高配当なので、見ていきたい。僕はこれ、下がってきたところで買いたいと思っております。買いたいっても本当に少額ですけどね。アラートを入れてます。はい。あと、決算の方はそんな感じになります。僕も長官太郎くんみたいに、子、100銘柄ぐらい言ってるので、多分、めちゃくちゃですよ。こんなの見たことないですよ。1日で100銘柄ぐらい。僕もここ20銘柄か30銘柄、よっぽどいろいろ喋ってますけど、すごすぎます。俺、ああいう、見たことないです。米国株をあんだけ、解説してる人。で、例えば、今回特集やってる、これからやる ETF ですけど、ロジャーパパさんだったかな
前からいらっしゃる、YouTuber さんで、ロジャーパパさんって確か、もともとね、ガーファムのどっかに勤めてらっしゃるアメリカの方かな？すごい優しい、ハローロジャーパパですっていう方なんですけど、あの方はね、割とETF とか、優しくこう、初心者向けに、で、多分、あの方ポストプライムもいらっしゃったんじゃないかな。で、まあ、すごい初心者向けに、ETF はいいよ、みたいな感じでこう、解説してくださってます。で、割とあと、トモさんっていう方も、アメリカ在住かな？あの方も、前から YouTube でいらっしゃって優しい感じの方なんですけど、あの方も、トモさんもちょっとファンダメンタル寄りの、どっちかとハイテク企業とかのグロース株とか、そういうのの、まあ、分析をされてる方。で、今回僕どっちかとロジャーパパさん寄りというかのお話になるんですけども、特集で、これですね。どこから行けばいいや。ここから行きますね。もう最初に言います。今日の特集は、インデックスファンドランキングと言いまして、海外の ETF。で、前から僕 ETF やりたいなと思ってたんですけど、なかなかこう、やれる機会がなかったんで。どうも、しののめさん。こんばんは。あれ夜勤あれ夜勤あれとか言ってるけど、あれ今どんな状態かまた。どうもだな。12時に来る人たち。12時に来る人たちがやってました。11時から来られる方は多分12時ぐらいでも眠いと思うので、本当に休んでくださいね。はい。僕はあと後半ETF の話して、12時半ぐらいには終わると思いますけど、喉がね、辛いっす。やっぱり1時間半、一人でなんか俺、CM とかがあれば、コマーシャルどうぞとか言って、その間になんか飲むんですけど、飲めない。今ちょっと飲みますね。はい。すいません。本当落ち着いてやりたいのに喋りたいことが多いと、長官太郎くんの夜バージョンみたいになっちゃっていけないんですけど、いろんな銘柄をね、解説しだすとちょっとダメですね。はい。それで今回、この海外 ETF についてもう一回、上位20銘柄あります。はい。で、今日は、特集としてこの純資産、たくさん預けてるお金の上位20位をちょっと分析をしていきたいなと思います。いや、しののめさん、ずるいっすよ。もう俺もドライブやりたいですよ。ほんと。でもさすがに俺このライブ終わってからドライブする体力がないから、まあでも車でできないもんな、これ。車で運転しながら、この相場の分析できたら最高ですけどね。もうめちゃくちゃですね、もう。はい。いやーもう、明日、どうしようかな。でも明日雪かな。天気悪いですよね、きっと。あれちょっとこれ天気、今、どうなんだこれどこで見れるんだヤフーが。今、雪降ってる寒いだけかなもう、はい。ドライブ、いいですね。じゃあもしかして、ラジオ感覚で、こんな、50過ぎのおっさんの声を DJ 感覚で聞いてるのかなってね。はい。すいません。また脱線したので。はい。上位20位のところを、確認していきたいと思います。で、同じようなものもありますので、当然ね、1位から20位までで、同じような、結局ETF もこんな感じか、ということで、あと、その前に基礎知識じゃないんですけど、もう一回確認で、ETF と、投資信託の違いっていうのを僕なりにもちょっと、皆さんも、知ってる方もいらっしゃると思うので、確認で話したいと思います。でまず、基礎知識として、
ETF の、待ってくださいね。これの話は、ここですね。で、ETF とインデックス投資の話。一番最初に話したいことは、同じ、どうですかね。これね、実は、大学生の子、初心者の子たちに、先生、僕、先生って言われてるので、先生、S&P って何ですかって聞かれたんですよ。はい。で、その時に僕が、お弁当の詰め合わせセットですよって言ったんです。これ、お弁当の詰め合わせセットを、証券会社さんが詰め合わせてくれていて、アメリカの証券会社が詰め合わせをやってくれて、それを SBI 証券さんや、楽天証券さんや、日本のマネックス証券さんとか、いろんな証券会社が、例えば S&P というものを、投資信託っていう名前で売ってますよと。だから例えば、セブンイレブンとローソンと、ファミリーマートでお弁当が売ってますよねと。このお弁当を作っているところが、このお弁当パックがS&P500 っていうお弁当商品なんですって説明したんですよ。でもね、なんかね、ピンとこなかったみたいです。だから、どうやってこの話をしていいのかっていうのがわかんなかったんですけど、まず、この S&P っていうのをまず最初に聞いたときに、500社あるから、500社の詰め合わせセットっていうのはどうしても知っといてください。これ共通です。その ETF も投資信託も同じと思ってください。まずね。YouTube の方とかみんな知ってると思うんで、あえて言って恥ずかしいですけど、TikTok とかの方とかは、当然そんなの知らないので、ちょっとそういう話もね、させてもらってます。はい。で、それで、ETF はもう僕の中の簡単に言うともう ETF は海外で直接買い付けるもの。はい。で、インデックス、要は、投資信託っていうのは、日本の大和証券さんだとか、日本の証券会社が S&P500 の投資信託をしますよっていうことで、例えば三菱の、UFJ の信託会社さんが、EMAXIS SLIM シリーズっていう形で S&P500 を売りますよっていうのが投資信託。制度的にはそういう感じで考えた方がいいと思うんですね。じゃあ、結局、ETF は直接自分で買うから S&P500 を買えば別に投資信託で買わなくてもいいじゃないかと。例えば、あえてね、S&P500 の投資信託 EMAXIS SLIM シリーズって買わなくてもいいじゃないかと思うじゃないですか。ここでやっと投資信託がいいっていうものが税金の NISA 口座っていうものが使える。それから積立 NISA とか使える。iDeCo というのが使える。税金の関係があるから投資信託を使うんです。わかりますかね？その ETF のいいところは、ここでもあるように、リアルタイムで価格が変動するのでいいね、トレードのように売り買いすることがしやすい。で、投資信託っていうのは、ね、UFJ 銀行さんじゃない、UFJ とか他のところが、終値、基本終値だと思います。終値を見て1日の終値がこうです。だから、明日出すときにはこの値段で買いますよ、みたいな感じで、1日1回価格が決まります。しかも、アメリカの価格は1日ずれますので、例えば、ナスダックのレバナスとかもそうですし、EMAXIS SLIM シリーズもそうですけど、金曜日の終値が決まったら、月曜日の終値の値段、1日ずれますので、
月曜日の終値の値段で、例えば金曜日に夜、今日買ったとするじゃないですか。今日、じゃあこの値段で金曜日の終値で買ったとするじゃないですか。でも、約定されるのは、月曜日の終値の値段で約定されますので、アメリカの投資信託は1日ずれますので、これは注意してください。入ってないんじゃないかな。僕、ナスダックでそれ分かったので、1日1回基準が決まる。だからこれ、トピックスとか、日本のものだったらそれでいいと思います。終値の次の日でいいと思うんですけど、アメリカは1日ずれますのでね、投資信託は気をつけてください。はい。で、また、よしあしいろいろありますね。少ない値段でとか。僕、大きいことっていうのは、税金の関係で投資信託の方が、積み立てをするなら投資信託の NISA とか iDeCo とか使ったら、そっちの方がいいと思います。海外の ETF は、手軽なんですけど、投資信託とかもいろいろ安いんですが、あと、いろいろやることが安いですが、税金が高い。ここですね。ダンさんとか他の方々は、多分、NISA 口座とか、iDeCo 口座の話はしないと思うので、ETF 自体の制度は、多分ダンさんの本でも多分 ETF すごく推奨されてるんですよ。ETF 自体のお弁当詰め合わせセットの考え方はいいと思います。はい。はいはいはい。ETF はコモディティは日本の指数もあるんで、iDeCoと NISA の話ですごちゃ。まあそうですね。難しいですかね。はい。なんで、どっちかと僕が思うのは、海外の ETF を使う、そのお弁当パックを買うんだったら、僕は、投資信託の方の方がいい派です。すいません。僕はこっちの方がいい派です。投資信託で方がいい派。それは理由としては、積み立てをしやすいかなと思うんです。値動きをそこまで細かく見なくてもいいかなっていう点。細かく、なんていうかな。買わずにいいと。で、もし海外の ETF をされるんであれば、ちょっと変わった銘柄のもの、とかはいいかなって僕は思います。まあこれ、多分それぞれかもしれないんですけどね。はい。ちょっと説明が難しくてます。ここが一応この表が、いろいろ投資信託手数料がいくらとかありますけどね。はい。あと、こっちの、インデックス投信って、ここインデックス投信ですからね。ここでまた、変って、アクティブファンドとかいろいろあるので、それ考えちゃうともう、めちゃくちゃになっちゃうので、信託手数料がむちゃくちゃ高いアクティブファンドとか、ここ、インデックス投資になってますので、はい。指数の関係、S&P500 とかで比較したりとか、そういうものになりますのでね。例えば、インデックスで言うと、S&P、それから、ナスダックの999ってやつですね。はい。から、日本で言うと、トピックスとか、日経っていう指数ですね。これの ETF とかの比較になりますので、間違いないようにしてください。いや、でもやっぱりこれ難しいな、こう言うと。はい。それで、パッと、見ていきたいと思うんですけども、早速ですけど、この時価総額の1位からチャートの方をね、出したので、見ていきたいなと思います。まず、純資産の1位が SPDR の S&P500 の ETF。これ、冷やしになってます。もう、1位と2位、隣になってますけど、会社が違うだけっす。iShares、2位がね、iShares S&P500 ETF 冷やしということで、チャートも1位を見ていただいて、はい。それから2位も見ていただいて、これ横にしてもわかると思いますけど、ほぼチャートが一緒です。はい、一緒です。S&P500 の
ETF です。で、違うのはこの経費率が 0.09 と 0.03 の違い。これも 0.09 と 0.03 が、まあ、ね、0.03 の方が安いよっていうくらいで、この 0.06 の差って、どれぐらい大きいかってそんなに大きくないです。と思います。もう本当にSBI 証券で買いますか、楽天証券さんで買いますかっていうレベルだと思うので、これを比較するって難しいですね。はい。というのが、まあ、これ1位と2位です。値動きいいですね。ちなみに、これちょっと書いたのが、1年間のパフォーマンスをちょっと、さっきちょっと書いたんですけど、S&P500 の1月から、去年の1月からですね、今年の今下がってきたところまでのパフォーマンスは 28.21% です。1月で見てますね。ただ、12月までは 30% 近くあったんですけど、今回で、ちょっと 9% ぐらい、8% ぐらい落としてしまったっていう状態。この1ヶ月でね。だから1年間のパフォーマンスが 21%、22% ですよっていう意味になります。はい。で、この2位も同じです。22% ぐらいですよってことですね。はい。じゃあ、3位と4位見ますね。3位がバンガードの VTI の、ETF。それから、こっちが、4位が VOO のバンガード S&P500 の ETF の冷やし。1位と2位と4位が一緒。S&P500 の、一緒です。しかもこの VOO のバンガードは2位の iShares と経費率も一緒なので、もう何もほぼ変わらないと思います。もう配当利回りがちょっとこっちの方が VOO のが 0.05 高いのもうほとんど変わらないです。で、このバンガードも全世界なのかな？確か。はい。で、チャートをこう3位と4位も見比べてもらうと、ありますかね？ほとんど変わらない。全世界も変わらない。アメリカの比率がやっぱり高いので、ちょっと、バンガードの ETF の方が、ここ。ちょっと盛り上がってるぐらい。下がり方も、そうですね。チャートちょっと下がり方も少ないかなという感じですね。ちなみに、このバンガードの ETF を1年間のパフォーマンスをちょっとだけ今の1月から出したいと思います。1月。2021年の。ごめんなさいね。何%かだけ1月比較で出しますね。多分20%、さっき 22% だったんです。その近くだと思います。2021。あれ ?2021 年のちょっと偉い。こっちだな。こっか。ここですね。ここから、今の位置。ここ。ちょっと低いですね。19.27 でした。あれ？バンガードの方が、ちょっとだけパフォーマンス低かったですね。はい。19.27% でしたね。1年間で見たら。1月対比でやってますんでね。下がってきたところでやってるので。一番最新の1年間のパフォーマンスを出しました。1月みんな下げてるので、パフォーマンスはね、ここ上から落ちてますのでね。はい。という状態です。はい。4位はさっきと同じように、1位、2位と変わらないです。次いきますね。よく知ってるかもしれないですけど、インベスコ999ナスダックの、指数になります。ナスダック100かなこれは。100？ ナスダック999はナスダック100なのかな？ナスダック指数ですかね。
はい。ちょっと待ってくださいね。これ、どこで見りゃいいんだ？ちょっとこれ出るかな？指数の方かな？あ、100ですね。100の方ですね。すいません。100でしたね。ほいで、こちらが、はい。純資産が5位です。経費率は若干高めですけど、まあ、高いっても高くないです。0.2% なので。はい。あれ。レバナスなんか1% しますもん。レバナスは確か、大和、ナスダックフリーレバレッジ2倍は、経費率 1%。はい。アクティブファンドっぽいですね。で、ロボアドバイザーは 1% でしたよね、確か。で、このナスダックは、1年間のパフォーマンス、1月からちょっと見ますね。2021年の1月。年初から今まで。あれ？こんなもん1年間だと。19.61 ですね。結局さっきの VTI とナスダック100変わらないですね。あ、そうなんだ。ちょっと驚きでした。もうちょっといいのかなと思ったけど、やっぱり下げが、この1ヶ月の下げがかなり響きましたね。19.61 でした。999が。そんなもんなんですね。まだ貯金はありますけど、ここまでパフォーマンスが落ちてると思いませんでしたね。はい。5位がこんな感じです。さて、6位がですね、トピックスなんですよ。これ意外でしたね。東証のね、連動型上場投信ということで、6位でした。経費率が 0.88% でした。純資産がね、16.5 兆円でしたね。はい。だからトップ5の次は、なんと、東証でしたね。はい。いやー、6位にいたんですね。ちょっとこれはね、やってて驚きました。で、じゃあ注目の、1年間のパフォーマンス。1月からちょっと見ていきますね。トピックスは、1年間で投資積み立てたらいくらになってるか。まあ、1年間で見てて、古い方が多いと思うので、そんなにあれですけど、ここですね。でも、1月までは悪くなかったですね。あ、12月まではちょっと待ってください。先に言い訳じゃないけど。1月、年内だったら、11%、11.95% ありましたね。これ、まあまあいいと思いますよ。日本だったら、トピックス。でも、1月でうわーんと落としてしまったので、ここ、7.55% ですね。トピックスは。7.55% は、あ、お疲れさんでした。はいはい。お休みください。お休み早いけど。はい。お休みくださいね。はい。ね。という状態でした。7.55% ですね。はい。っていうことですね。あとパッパーっと言っていきますね。7位がバンガードです。バンガードの冷やしです。これ先進国です。先進国の ETF が7位でした。で、注目が、先進国で、配当が 3.1%。あれ ?3. これ増えましたね、今日。なんで ?3.3% になってました。はい。なので、ヴァンガードの先進国を値動きだけ見るんじゃなくて、一応、配当も 3.3% あるので、ここは注目すべき。ただ、やっぱり、1年間のこの値動きのパフォーマンスだけ見ると、どこ？ここか。ここからスタートして、
5.71 なので、配当が 3.3 あるから、そうですね。やっぱ1月の下げが大きかったですね。これが、だったら 10.65 か。13%。そうですね。やっぱり、年内だったらだいぶ違いましたね。今だとトピックスと変わらないですね。配当の分だけ上回ってますけど、6.54% でしたね。はい。という形です。はい。7位がこんな感じですね。今日ちょっと時間がないので、ちょっと喋りすぎちゃったので、10位までにして、明日、続きも11位からもやります。ちょっと面白いデータだったので、ETF が。明日リートもやりたいと思います。不動産の方をね。で、中国もやりたいので、やりたいこといっぱいですけど。はい。10位までやります。8位が 2.1%。バリュー株ですね、これ。成長株ですね。ちょっと、ポートフォリオが細かい企業がこう出てないんで、すいません。本当は、どこだっけ？これ、バリューって、出てるかな？ポートフォリオ出てないか。成長株しか出てないです。何銘柄ぐらいあるんですかね。ラージキャップバリューインデックスしか書いてないですね。すいません。ちょっと勉強不足で。はい。で、8位のところで、配当が 2.1% ありました。ポッチあります。マクドナルドぐらいありますね。で、1年間の、パフォーマンスが、すいませんね。これ伸ばしますね。これって結局積み立てたら S&P が勝ちだっていうことがよくわかりますけどね。ちょっといいですか？これ、だいぶ下だな。あれ？バリュー、あれ？ 1 月、あれ？かなり下ですね、これ。ちょっと待ってくださいね。もしかしてこれパフォーマンスいいかも。おっと、25.92 ある。何これバリュー株。ちょっと意外な数値が出ました。あれ？本当にこれ。すごいっすね、これ。S&P より良かった今の時点で。下がってないですね、あんまり。なぜだ、これ。銘柄がわかんないですけど。この純資産8位のバリュー、ヴァンガードバリューの方が、配当もあるし、いいパフォーマンスでしたね。去年1年間で見たら。そうですね。これ S&P より下がってないです。下がりが弱いですもんね。はあ、ちょっと意外でしたね。この、ティッカーコードがね、VTV って言います。はい。ヴァンガードの米国バリュー ETF ですね。はい。ちょっと意外な結果が出ました。という状態でした。今一番パフォーマンスが良かったですね、これが。結果ですけどね。なるほど。王者 S&P だと思ったのに。9位、10位が、これ初めてランクインしました。債券ですね。iShares 債券 ETF ですね。債券は安定してるっていうので、じゃあどれぐらい1年間で安定してるのかっていうのを、見ていただきたいと思います。ちょっと下がって、チャートだと下がって見えますけど、比率が全然違うので、1年間のね、この定規使わないと難しいと思います。債券のスタートが2021年。あれ？でもあれか。マイナスパフォーマンスか。債券って、これでいいのかな？
マイナス 6% でした。下がってるんですね、債券 ETF って。もう見ていただくと、こんな下がってると思わなかったですけど。債券持ってたら、下がる？バリューって、そうです。割安株。そうですね。はい。そうです、そうです。銘柄がね、どういう銘柄がポートフォリオで入ってるかっていうのを知りたかったです。ちょっとパッと出なかったです。すいません。VTV はファイナンシャル系が 21%。そうなんですね。だからかな。だから良かったのかな。金融系か。で、債券これマイナスなんですね。パフォーマンスが。ちょっと驚きました。マイナス 6% でした。これ。最近聞かなかったですけど、でも9位なんですね、これが。はい。はい。今日すいません、ラストですね。ヴァンガードのグロース、成長株の方ですね。成長株の方の ETF になります。10位ですね。経費率が 0.04 なんですけども、配当はほぼないです。成長株ですのでね。これ、出入りが激しそうです。1年間だと。ちょっと、2021年から見ると、こか。はい。でも、17.87 だから別に悪くないですね。グロースも。もし、先月までだったらS&P と匹敵するぐらいですね。まあ、S&P より値動きがちょっと激しいかなって感じです。でもまあパフォーマンスはここで 18% ですね。1年間で 18% なので、結果からしたら S&P 持っても変わらないかなって感じです。ただ、配当利回りが S&P の方が 1% ぐらいあったので、こっちがね、利回りが 0.54 なのでほぼないので、配当分 S&P の方が安全かなという感じ。分散投資するならって感じですかね、グロースは。はい。ということでした。はい。すいません。かなりまた時間が押してしまいました、今日は。すいません。明日、11位から20位も含めて、このパフォーマンス ETF についてもやりたいなと思います。それから、中国と、香港株と、目立ったところ。で、アメリカの方はもうお休みなので、明日アメリカの、個別株はちょっと置いといて、世界の ETF と不動産。世界の ETF、まあ、先週日曜日もやりましたけど、不動産関係っていうのが、高配当ですよね。だから、特に、世界の ETF の高配当のところと、で、不動産のリートを解説していきたいなと思います。まあ、1週間動き変わってきて、実はリート1個買いました。モーゲージを買いました。まあ、その話もね、していきたいなと思います。はい。今日もガーッと長くなりましたけど、すいません。明日もね、寒いかな？はい。なんとかね、いろんな銘柄をね、話をしていきたいなと思います。あと、オリンピックもね、ちょっと気になるので、見てね、いきたいなと思います。はい。じゃあ、今日またニュースの方をね、30分ぐらい流して、今日はね、これで終わりたいと思います。はい。長い間ね、また今日も来てくださってありがとうございました。いつも寝落ちしましたが、いや、いいんですよ。ほんとマジでね、寝ても大丈夫です。本当に。いつも最後まで見なきゃいけないって、なんか、ちょっと、ずれましたけど、前思ったんですけど、僕昔
オールナイトニッポンとか聞いてても、皆さん本当、あれでありがとうございますね、本当に。寝ちゃって構わないですから、寝落ち。寝落ちしても全然いいと思います。オールナイトニッポンじゃないですけど、はい。全然そんな風で構わないのでね。僕もトンネルズのオールナイトニッポンとか、当時聞いてた時、思いっきり寝落ちしてましたからね。はい。はい。はい。すいません。どうも本当に長い間ね、ありがとうございました。また、明日11時半からですけど、遅いですけどね、またよかったらね、遊びに来てください。はい。どうもありがとうございました。それでは、失礼いたします。